皆さんこんにちは。バズ&トリビアニュースのまゆです。はじめましての方ははじめまして。そして久しぶりの方は本当に久しぶりの更新になってしまってごめんね。どちらの方も今日は見てくれて本当にどうもありがとう。さて、このチャンネルでは今日本で話題になっているニュースやバズっているトピックス、あと知っているとちょっと得する日本語の豆知識をサクッとお届けしていきます。それでは今日のニュースからいってみましょう。今日のトピックスは2つあります。1つ目のトピックスは日本に住んでいる人なら絶対に無視できない自転車に乗る時のルール変更です。実は今自転車の交通ルールがとても厳しくなりました。特に覚えておいてほしいポイントが3つあります。1つ目はながら運転の禁止です。これはスマホを見たり手に持って通話しながら自転車に乗ることです。実際やっぱりながら運転はとっても危ないですよね。ついつい地図を確認したくなることがあると思うんだけど、これは禁止になったので気をつけてください。2つ目に酒気帯び運転の禁止です。酒気帯び運転っていうのはお酒を飲んで自転車に乗ることです。これまではね、車で行けないけれど、自転車ならいいかなっていう感覚で飲み会や食事会に自転車で行っていた人もいるかもしれません。でもこれは今厳しく禁止されました。これも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。懲役っていうのは刑務所に入ること。罰金はお金を払うことですね。お酒を飲む可能性があるときには必ず最初から自転車を使わないようにしましょうね。3つ目、原則として車道の左側を走ることです。で、これがね、ちょっと X とかで物議を醸してました。さっきの1つ目と2つ目は確かに罰則は厳しいけど危ないのは事実だし、確かに納得できる部分がすごくあるんだよね。でもこの車道の左側を絶対走ってっていうのはちょっとそれが本当に安全なのみたいな声が上がっていて X で話題になりました。自転車は法律では軽車両、つまり小さな車の仲間です。だから基本的には歩道、歩く道、歩道ではなくって車道の左側を走らなければいけません。さらに2026年からは青切符っていう制度が始まっていて、違反するとその場ですぐにお金を払うっていうルールも導入されています。で、これについては今日本で賛否両論、賛成の人と反対の人、いいという意見と悪いっていう人の意見両方が出ています。特に車道を走る方が自転車を運転する人にとって危ないのではないかという意見が根強いですね。で、これは車の運転者側にも自転車を追い越すときには何メートルか離れて速度を落とさなければならないっていうルールが出ていて、それが渋滞を引き起こすんじゃないか、かえって危ないんじゃないかっていう議論を読んでいます。私も自転車用の道の整備がもうちょっと進んでからにしてほしいなっていうのが正直なところです。今何メートルくらい離れなきゃいけないんだろうと思って調べてみたら、自転車を車が追い越すときは十分な間隔っていうのが基準になっているようで、警察の目安としては少なくとも1メートル以上の間隔を空けて、さらに時速20から30キロぐらいで追い越さなければいけないっていう風になってます。で、これがもう大きな道路で混雑してて1メートルも開けれないけど、
でもこの自転車はずっと20キロで走ってるみたいな感じだと、もうずーっと車がさ、渋滞しちゃうでしょ。それはちょっと良くないんじゃないのっていうのがニュースに上がってました。それではトピックスの2つ目、私が休ませてもらっていた理由と、それに関する日本語のちょっとした知識です。で、冒頭で頭でね、お久しぶりですって言ったんですけど、実は数ヶ月間動画を更新できないほど集中したかったことがありました。それがつい数週間前、私は母を見ました。つまり母が亡くなりました。母はずっと病気を患っていて、体が不自由になっていました。お休みしている間、私はどうしてももう母のそばにいて、毎日寄り添って支えてあげたかったんですね。で、余命、つまりあとどれくらい生きられるかなっていう時間があまり長くないっていうことも分かっていたので、どうしてもずっとそばにいて、一緒にいる時間を大切にしたいなっていう思いがありました。で、最後まで母と一緒に過ごすこと、それを一番大切にしたかったので、動画を作る時間や心をリラックスさせて活動するパワーっていうのがどうしても作れない時もあって、更新が少し止まっていました。でも無事に見とることができました。で、今使った見とるっていう言葉についてです。日本語では人が亡くなった時に直接的な死ぬっていう言葉はあまり使いません。例えば一般的には亡くなると言います。もし子供がおじいちゃん死んじゃったって言ったら、親は亡くなったって言おうねと注意したりします。で、さらにこの見とるっていう言葉、これはただ亡くなったっていう事実だけではなくて、大切な人が亡くなるその瞬間までそばにいて、お世話をしたり、寄り添ったりしたっていう意味が含まれています。つまり、最後の時まで一緒に過ごして、しっかりお見送りをしたっていうような、深い愛情がこもった言葉なんですね。なので私は今回この言葉を自分の経験として使いました。では最後になりますが、お休みしている間も、ゆ元気とか、ね、また更新してくれるかなとか、そういったコメントをくれた皆さん、本当にありがとうございました。そんなみんなのね、エネルギーや温かいコメントが、またこうして再開するための大きな励み、エネルギーになったなと思ってます。大切な時間を過ごして、また一歩、新しい気持ちでこのチャンネルを続けていきたいなと思っています。これからもまゆのバズ&トリビアニュースをどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また